はい、どうも皆さんこんにちは。坊主でございます。セカンドチャンネルです。ご覧いただきありがとうございます。今日なんですけれども、ちょっと断週のレポートはお休みして、この動画を撮っている1週間前ぐらいにセカンドチャンネル始まりますってアナウンスをして、で、いろんな方が見てくださっているんですけども、その中の一人で、職業柄パソコンのディスプレイ、スマホをどうしても使わないといけないけど、どうにか脳を休ませたい、目を休ませたいっていう方がやっていること、これすごくいい方法だと思うのでお伝えしたいっていうのと、あとセカンドチャンネル始まって結構問い合わせというか質問が来ていたのが、お酒もタバコももろもろもそうなんですけど、スマホ依存がひどくてずっとスマホ見ちゃう。これなんとかする方法ないですかっていう、何か対策取ってますかっていう質問が多かったので、この2点をこの動画ではお伝えしたいと思いますので、どうぞお付き合いくださいませ。はい、冒頭にお伝えしましたセカンドチャンネル見てくださった方で、職業柄情報収集のために常にスマホをいじっているプラス PC でずっと作業している、もしくはそれでも情報収集をしているって方がいらっしゃるんですけれども、この方が実践しているのがディスプレイをカラー画面からモノクロ画面に切り替える。 PC もスマホも、それによって目の疲労だとか脳の疲労をできるだけ軽減させる。職業柄モニターを見続けないといけないんだけども、どうしても目と脳に疲労が溜まっている感覚がひどくて、どうにかならないかと思っていろいろ調べたらしいんですけれども、スマホも、MacBook に関して、私 MacBook 使ってるんですけど、 MacBook に関してもかなり簡単にカラー画面からモノクロ画面に変えられる方法、プラススマホに関してはワンタッチで切り替えができる設定の方法もあるので、これめちゃくちゃおすすめなので簡単ですので試していただきたいんですけれども、まずスマホに関しては設定に行きます。で、ホーム画面とアプリライブラリっていうのの下にアクセサビリティっていうのがあります。アクセサビリティってところ行きます。画面表示とテキストサイズ行きます。で、ここで結構コントラスト上げる下げるとか、画面の色を反転させるとかでちょっと暗くしたりだとかで目の疲労を軽減することもできるかと思うんですけども、一番強力なのはやっぱカラーフィルターかなと思っていて、カラーフィルターをオンにするとカラーで表示されていたこの画面が白黒になると思うんですね。これで画面が白黒になりました。で、必要に応じてカラーに変えないといけない場面ってあると思うんですけれども、写真撮った時に色をチェックしたりだとかっていうのもいろいろあると思うんですけど、それがワンタッチできる方法が、このホーム画面の状態で下から上にスワイプするとコントロールパネルっていうのが出てくると思うんですけども、ここにそのオンオフのスイッチを組み込むことができて、でまた設定に行ってもらって、で一般の下にあるコントロールセンター行ってもらって、で含まれてるコントロールっていうのが出てくると思うんですけど、コントロールを追加ってところの中にアクセサビリティのショートカットっていうのがあると思うんですけど、これを追加するだけです。で、ホーム画面にまた戻ってもらって、下から上にスワイプして、そしたら、人型のアイコンが、一番右下に追加されてると思うんですけど、これをスイッチオンオフすることによって必要に応じてモノクロからまたカラーに戻すことができると。これはね、ゲームチェンジャーですよ。めちゃくちゃいいです。私もうほぼほぼもうモノクロでスマホ使ってるんですけども、眼精疲労数値測れるかって言ったら測れないんですけども、モノクロ画面表示で生活してるんですけども、たまにカラー画面とかで見てるんですけど、やっぱり目の疲労と脳に入ってくるこの刺激の量が全然違う気がしますね。これやってみて、これは最高だと思ったので、私 PC というか MacBook の設定も同様に全部モノクロに今していて、MacBook だったらほとんど iPhone と変わらないので、設定にシステムの環境設定行って、アクセサビリティ行って、ディスプレイ行って、カラーフィルターがあって、そのカラーフィルターをオンオフにするっていうことができるんですけれども、これに関してはワンタッチでできる方法があるのかちゃんと調べてないんですけども、大体もうこれデフォでもモノクロにしていて、で例えば YouTube の動画編集するときに色チェックするときだけカラーにしてチェックしたらまたモノクロに戻して、これがね、編集結構私長時間やってるんですけど、目の疲労とか全然違うので、
最高です。その人が言うにはやっぱり新聞が白黒なのもやっぱ意味があるんだなとおっしゃってて、確かにフィジカルだとまたちょっと違うんでしょうけども、やっぱ白黒だとあまり脳が疲れないっていうのはあるのかなと思いますね。なので今のところ私デフォルトでもう画面モノクロで生活してて、もう映画ももうモノクロで見るようになってるのでハマってますね。最高です。この情報届けてくれた方本当にありがとうございます。もう超助かってます。でもう一つが質問によくあるスマホ依存をどうにかする方法はないかっていうことで、私が一応やっていることが過去動画でちょっと話したんですけど、スマホのホーム画面のページ、一番最初のページって一番よく使うアプリだと思うんですけど、そこにソーシャルメディア持ってこずに3ページ目とか4ページ目とか、なんならそこからもう消して一番最後に行ったところのアプリライブラリのところに、Twitter、現 X とかインスタをしまっている感じ、プラス1日30分の時間制限を設けてるっちゃ設けてるんですけど、これが機能していたのが正直最初の2週間ぐらいで、結局ね電車とか乗ってると見ちゃうので15分延長とかして見てしまうので、あんまり機能してないんですよね。結構やっぱりお酒も立ってポルノも立って次はソーシャルメディアだなとはなんとなく思っているんですけれども、まだそれがうまく自分の中でシステム化されていないので、一応私はホーム画面の1ページ目とかには入れずに、最後の最後ぐらいにそのアプリがあるような設定にはしてるんですけども、これ厳密にやるってなると一番いいのはやっぱり毎回アプリ削除して毎回アプリをまたダウンロードして開くとか、わざわざログアウトするとかっていう方法があるかと思うんですけど、結構難しいですね。これかなり大変なことだと思います。なので正直やってはいるんですけど、あんまり機能してないので、もし何かいい方法があったらぜひともコメントを非公開ではあるんですけど全部見てるので教えてほしいなと思うんですけれども、なのであんまりちょっとそこら辺はまだお役には立ててないので、もし何か見つかったら、ご報告したいと思います。でも画面のモノクロ化最高ですね。これはもう感謝っていう感じです。セカちゃんもそうだしメインチャンネルもそうなんですけども、やっぱり自分から発信するとその受け取った人も何かしら教えてくれるっていういい循環ができているし、私の中でアウトプットすると頭の中がその分容量が空いたような気分になるので、もちろん自分の中に溜めといて消化するっていうのは大事だと思うんですけども、ある程度形になったら出してそれへのリアクションだとかも受け取って、更新していくのがいいのかなと思っておりますね。すごい今のところいい循環サイクルといいますか、いい感じのフローになってると思います。はい、今回また多分かなり短いと思うんですけれども、画面のモノクロ化で眼精疲労軽減、脳への刺激軽減、スマホ依存に関してはまだまだ私もできていないので、もし何かあれば教えてくだされば幸いでございます。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。